皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は妹と2人で進行していくよ。さて、早速ですが、皆さん、アニメ五等分の花嫁、見てますか？原作は、だいぶ前に最終回を迎えましたが、名作でしたね。ネットでは、花嫁論争で随分盛り上がったね。そうだね。ラブコメのヒロイン論争というのは、どの作品でもよく起こる論争だけど、本作はストーリーの関係もあって特に議論で盛り上がった。でも推しのヒロインが花嫁に選ばれなくてもアンチがあまり生まれなかったという印象があるわ。そのあたりの落としどころも本作の素晴らしいポイントだと思うよ。アニメ勢の人もいっぱいいるだろうからネタバレは避けるけど、全く納得できないという人は少なかったんじゃないかな。みんな魅力的だものね。そんなわけで今日は私の大好きないつつこちゃんたちを紹介していくよ。原作ネタバレはしませんのでご安心くださいね。まずは長女のいちか。いちかは長女という肩書きの通りお姉さんキャラだね。典型的なイケてる女子高生という感じでキラキラ感が半端じゃない。最初は風太郎との恋愛に発展しなさそうなポジションだったね。そうだね。でも自分を含めた5つ子みんなと真摯に向き合う風太郎への気持ちが本人が気づかないうちに恋に発展したところは燃えたな。そして実はいちかは女優の卵として活躍中。多忙を極めながらも妹たちを引っ張っていく姿は可愛くもあり頼もしくもある、まさにお姉さん。姉さんもこれくらいしっかりしてくれてたら。でもいちかはとてもしっかりしてるんだけど、実は部屋がめちゃくちゃ散らかってたりだらしないところもあるの。へえ、これはすごいね。風太郎への気持ちには気づいているんだけど、恋愛においては現時点ではまだまだお姉ちゃんとしての役割以上のことはあまりしていないね。これからどんな感じで花嫁バトルに入ってくるのか楽しみですね。お次は次女の2の私の推しです。私は最初は苦手だったが、第1話から風太郎への当たりがとてもきつかったし。そうだね。特にアニメ勢の人はそう思う人が多くてもおかしくないと思う。私も最初は正直苦手だったし。でもこの風太郎への態度は5つ子のみんなの居場所を壊されたくないという姉妹思いから来た態度だったんだ。厳しい態度だったけど反面とても繊細な子なんだよね。まあそれはわかる。姉妹の中では一番女子力が高く料理も一番上手。ちょっと悪めの男に惹かれることが多く、風太郎が変装した金太郎に惚れてた。結局金太郎は風太郎の変装であるということはバレちゃうんだけど、この時点ですでに風太郎への気持ちも変化してきてるんだよね。アニメ4話でもちょっとそれっぽい描写があったね。アニメでこれからどうなるのかとても楽しみ。次は三女のミク。ヘッドホンがトレードマークのポスト綾波系女子だね。原作の人気投票では1位だったよね。私はミクが一番好きだな。可愛いし、風太郎への好意も隠さずに出してるところすごく可愛い。ストーリー上で一番最初に風太郎に明確な好意を見せたのがミクだね。クールな性格以上に好意を表に出しててすごく可愛い。そして歴女という属性も持ってる。ストーリーのもう一つの肝である勉強においても歴女という属性を生かして社会で高得点を取ったりして、勉強でもそれ以外でも風太郎をよくサポートしてくれてる。あと次女の2号とはよく喧嘩してる。仲が悪いというわけじゃなく喧嘩友達みたいな感じだけど、でもまあ喧嘩するほど仲がいいとも言うしね。そうだね。あと余談だけどミクは密かにストッキングフェチの紳士たちのハートもわしづかみしてるよ。変態か。フェチは重要だよ。さて話を戻して、お次は四女の四つ葉。明るくてスポーツ万能で性格もいい典型的ムードメーカーだね。本当にいい子だよね。第1話の最初から
風太郎の味方をしてくれてるし、私が風太郎だったら、この子がいなかったら、とっくに家庭教師辞めてるよ。風太郎にとって、彼女の存在は、とても支えになってると思う。だけど、現時点では、まだまだ恋愛という雰囲気ではないね。あと、性格が良すぎるのが災いして、自分の本当にやりたいことを言えなかったり、姉妹にも遠慮してることが多い。でも、ラブコメでは、割と、恋愛市場に遅れて参戦してくるキャラが勝者になったりするし、これからの展開が楽しみ。そうだね。今後の展開で、どんな感じで恋愛市場に参戦するのか、要注目だね。最後は五女のいつき。この子は、ストーリー上で、風太郎が最初に出会ったヒロインだね。メタ的な見方をすると、明らかにこの子がヒロインだよね。最初に出会ったヒロインだし、五つ子の中で、唯一、風太郎の家でご飯食べたり、お泊まりイベントまでしてる、圧倒的なヒロインムーブしてるよ。一昔前のラブコメなら、もうこの子で決まりだけど、最近のラブコメは外してきたりもするからわからないね。そうなの。性格は、真面目で五つ子のまとめ役。ちょっと融通が利かないところもあるけど、とても食いしん坊だったり、可愛いところもすごく多い。アニメでも、ニノに変なあだ名で呼ばれてたね。確か、ドメスティックバイオレンスにクマ。それ以上はダメ。とにかく、現時点では、一番、ストーリー上で、キーマンな彼女が、今後どう動いていくのか。すごく楽しみですね。これで、いつつこちゃんの紹介は終わり。これから、先のアニメの展開、すごく楽しみだね。確かに楽しみね。でも、思ったんだけど、いつつこっていう割にはあまり似てなくない？いや、みんな、めちゃくちゃ似てるところがあるよ。どこ？おっぱいが、みんなすごく大きい。超重要ポイントだよ。おい。さて、皆さんは、どのヒロインが好きですか？ぜひコメントで教えてくださいね。また、これからは、アニメの感想も、時々動画にしようと思いますので、よろしければ、それも見に来てくださいね。神回だった第4話の感想は、サブチャンネルの方で前回アップしてるので、それも見ていただけると嬉しいです。また、いつも動画をご視聴いただき、ありがとうございます。おかげさまで、チャンネル登録者8000人になりました。皆様のおかげです。これからも、いろいろ、動画をアップしていく予定ですので、今後ともよろしくお願いします。それでは、長い時間、お付き合いいただきありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。